皆さんこんにちは。元気でしょうか？はーい。今日もですね、鬼滅の刃についていろいろお話ししていこうと思います。はい。今回はね、遊郭編の第2話になります。タイトル通り、遊郭に潜入しますね。楽しみですね。はい。じゃあ今回も遊郭編第2話をお話ししながら日本語について紹介していきたいと思います。それでは、スタート。はい。じゃあね、早速お話ししていきたいと思います。で、今回ね、かなり面白いエピソードだと思うんですけど、まずね、天元様が、俺は神だ、お前らはゴミだって言ってね、はい、すごいこと言ってましたけど、それに対して炭治郎が、具体的には何を司る神ですかってね、すごく真面目なね、質問をされていました。はい。で、何を司る神ですかというのは、何を管理している神ですかという意味ですね。はい。これはどういう意味かというと、日本では昔からその八百万の神を信じているんですね。どういう意味かというと、八百万っていうのは、たくさんあるっていう意味なんですけど、すべてのものに神様がいるっていう風に考えてたんですね。例えば、家には神様がいてとか、なんかこう、なんだろうね、ペンとか文房具にも神様がいてとか、トイレにも神様がいてって、もうすべてのものに一つ一つに神様がいるという考えが昔からあるんですよね、日本には。はい。これは神道の考え方なんですけど、だからね、炭治郎は真面目に、何を司る神ですかって質問したんですけど、で、天元様は祭りの神だって言ってましたね。はい。だそうです。はい。伊之助がね、俺は山の王だって言ってましたけど、これは意味不明なんですけど、で、天元様が何言ってんだお前ってね、言いました。で、その後に善逸があんたもどっこいどっこいだろ、引くんだって言うんですね。これどういう意味かというと、どっこいどっこいっていうのは同じくらいのことをどっこいどっこいって言うんですよ。どっこいどっこい。どっこいどっこい。なんか面白いね。同じくらいって意味で、引くっていうのは、こういうイメージですね。引く。えみたいな。なので私にはちょっと理解できないし、あなた何言ってんの？変なの？っていう時に引くんだけどって言います。多分これはスラングというか、ちょっと若者向けの言葉だと思います。はい。天元様は、自分と同じような、性格の人間には、すごく嫌いみたいですね。はい。で、遊郭、吉原に行きます。はい。前回のエピソードで説明したんですけど、吉原ということは東京の遊郭ということですね。で、遊女について説明がありました。で、貧しさや借金で売られる女性たちのことを遊女と言うんですよね。はい。で、そして花魁が一番暗い、レベルの高い女性。花魁出てましたけど、明らかにこう、服装とか違いましたよね。うん。はい。なので、実際の遊郭は、その、人気がない女性とか、病気になってしまった女性。ちょっと夜の街なので、性病とかがかなり多かったようです。そういう女性はもうすぐに捨てられてしまっていたんですよね。で、よく見るとね、小さい女の子とかもいっぱいいるんですよね、子供。なので、アニメでは明るい雰囲気の場所になってますけど、日本の歴史的にはあまりいい場所とはされてないですね。それはもちろんそうですよね。はい。で、天元様は3人嫁がいるんですね。マジでって。さすがだね。はい。で、その嫁がね、行方不明。で、どうやら鬼が関係しているという話でしたね。で、善逸、炭治郎、伊之助は、3人は女装っていうのは、女性の服装をすること。女装をして、遊郭で働きます。はい。で、天元様はめちゃくちゃイケメンでしたね。なんか、アクセサリーとか全部取ればいいのにって思うんだけどね。めっちゃイケメンでしたけど、善逸がね、怒ってましたね。で、
天元様が善逸に女装させたからキレてんのかと言いました。で、キレるっていうのは、これは多分スラングなんですけど、すごく怒るという意味ですね。キレる。キレるっていうとこう、キレるですよね。はい。なので、なんか頭がこう、切れるイメージ。で、善逸が、おめえの面だよ。普通に男前じゃねえか。と言いますね。面っていうのはあまりいい言葉ではないんですけど、顔のことです。顔。おめえの面って言ってましたね。はい。で、男前っていう言葉なんですけど、これは、かっこいいとかイケメンとかハンサムとか似たような言葉があるんですけど、男前っていうのはなんか強くて男らしいかっこよさのことを男前って言うんですよね。これはよく使えますね。で、そしてね、伊之助はスカウトされて仕事が決まりました。さすがですね。はい。伊之助は、体は男前なんですけど、顔は美しい。なんていうの、どっちかというとイケメンって呼ばれるタイプですよね。で、お店の方がね、でも、伊之助を、こう、見たときに、なんかこの子がっちりしてるんだけど、っていうんですね。はい。で、それでもう一人の女性が、ふっくらと肉付きがある子の方がいいでしょって言うんですよね。はい。このがっちりとふっくらってどういう意味かって話なんですけど、この子がっちりしてるんだけどっていうのは、がっちりは、筋肉がすごくついて硬い体ががっちりしてるって言いますね、そういうこと。なんかがっちりしてるみたいな。はい。私は全然がっちりしてませんけど。で、ふっくらっていうのは、この場合は結構お肉があって脂肪がある感じ。なんか柔らかいっていうイメージですね。はい。なので、伊之助はね、ふっくらじゃなくて全然がっちりですよね。はい。で、善逸は楽器が上手ということで仕事が決まりました。よかったね。でね、その時に、見返してやるあの男、あたい絶対吉原一の花魁になるって泣きながらね、言ってましたけど、見返すっていうのは、自分をバカにした、自分のことを下に見た相手に対して、自分はなんかかっこよくなったり、立派になってすごくなって、見せてやるっていう時に見返すって言うんですよね。見返してやるって。はい、あの男とか言ってね。完全になんか女性みたいな話し方になってましたけど。で、あたいって言ってたんですけど、あたいは私のことです。私。今はあまり使われてない言葉ですけど、昔の言葉かな、あたい。本当にあたいって言ってたのかは知らないんですけど、昔の人がね。よくアニメとかで使われる時は、結構元気な女の子があたいって言ったりしますね。で、吉原一の花魁になるってね。完全に目標変わってましたよね。あなた鬼を探しに来たんじゃないのっていうね。はい。で、炭治郎のね、お店で、恋夏花魁が出てましたね。めちゃくちゃ綺麗で優しい女性でしたね。で、そして、この吉原でね、人がいなくなったり、亡くなったりした事件が起きているということでしたね。はい。で、天元様の、お嫁さんたちも多分その事件に何か関係しているようでしたね。はい。鬼はどこにいるんでしょうかね。ね。ちょっとね、やっぱり今までとね、全然雰囲気が違くて、私はすごいやっぱ好きですね、この遊郭編はね。ちょっとディープな世界というかね。はい。でもね、どうやら、遊郭ってやっぱり、男性がね、遊ぶ場所で、歴史的にいい過去ではないことがあることで、子供に見せていいかっていうのが今すごい問題になってるらしくて。もともと鬼滅はね、子供向けのものじゃないので、仕方ないというかね、今、しょうがない問題だなとは思うんですけど。はい。そんな感じです。はい。次回も楽しみですね。遊郭。はい。鬼がどうやって出てくるかがすごく楽しみですね。はい。じゃあ、それではまた次回。さようなら。